はい、今回もやっていきましょう。漫画版汎用の夜叉姫最新話の話。今回は35の章、敵地のね、話していきたいかなと思いますが、いやー、今回見てまず思ったのがですね、まだまだ楽しめるじゃないか、夜叉姫という話でございまして、というのもですね、前回前々回にありました、翡翠のその死地からの復活というところがですね、非常に盛り上がりに盛り上がってしまったがゆえに、いい話なんですけども、今回はそれを落ち着かせつつも、次回の戦いへ向けて、いろいろね、布石を置いていきましょうねっていう回かなと思っていたんですが、これがなかなか面白い展開、動きありましたので、ここら辺のね、話していきますと、まずこのタイトルの敵地とある通り、物語の始まりで、時代樹さんからね、示唆されておりました、その西の果てである麒麟丸の居城に、ついにたどり着いた三姫さんたちだったわけなんですが、麒麟丸の策略によりまして、これ、またなんだけど、その殺生丸とは別の場所に飛ばされてしまいます。で、三姫たちは、こうか、そうかと。琥珀さんは明道丸と、殺生丸さんは、先に進んで、おそらく麒麟丸との戦いになっていくのかなっていう、次回の戦いへ向けての回になっておりましたので、その戦場ごとに気になる部分見ていきますと、まずは三姫 VS 効果総果の戦い。これはですね、椎名先生がブログの方でね、いつも通りちょっと言っていた話を踏まえて、見ていきますと、その、麒麟丸との戦いまでにもう一人中ボス的なキャラを入れていきたいねって話をしておりましたので、その役目をアニメの方でもオマージュでね、活躍しておりました、一族が担っていくっつうのは、ハマり役と言いますか、正直ちょっとね、このキャラクターいるのを忘れていたぐらいではあるんですけども、言われてみればですね、ぴったりどころな役柄でありますし、そのアニメ版の方ですとね、犬夜叉で死んだ、前作犬夜叉の方で死んだはずの金貨銀貨がですね、完全に同じ姿で、一応別個体だそうなんですけども、見た目が同じやつが出ていたのに対し、こうかそうかというですね、名実ともに別個体がね、漫画版の方では登場していたのは、なかなかいい変更点なのかなと思ったりするんですけども、問題と言いますか、ちょっとここびっくり、皆さんもね、ちょっとびっくりしたと思うのが、こいつらの性格のところですよね。先ほどもね、言っている通り、この、カー一族というか、こいつらとね、同じような妖怪が、犬夜叉の方でも登場しているわけなんですけども、この妖怪の種族っていうのが、必ず2つの頭を持ち、体が繋がった状態で生まれてくる双子のね、妖怪なんだけど、生まれてすぐその双子の片割れが、もう片方の頭を食らって成長していくよっていう、なかなかあれにですね、そのデンジャラスな、習性をね、持っていると言いますか、でもある意味現実でもですね、サメとか、母ザメのお腹の中で兄弟が食い合うみたいなやつとかもね、いたような気がしますので、このカー一族の習性っていうのも、ある意味なかなか動物的な、その妖怪の中でもですね、設定込みで僕は好きだったりしたんですが、今回敵として登場しました、効果さん、そうかさん。最後にですね、ちょろっと登場しただけではあるんですけども、そのわずかでわかるほどに仲良し具合をね、すごい見せてきていたんですよね。で、これもその椎名先生のブログによりますと、一族の中でも変わり者で、仲良しな個体であるそうですので、だからその見せかけだけではなく、本当にね、仲良しですよと、いうことなんですけど、でもそうなってきますとね、この妖怪としての存在意義と言いますか、その設定、アイデンティティをですね、ないがしろにしてるんじゃないのかなとか思ったりするんですけども、でもあえて、椎名先生ね、そのように変更したのかなとか思いますので、おそらく次回、この疑問もね、覆してくれるような話をね、展開してくれるんじゃないのかなと、いつも通りね、ここね、期待しております。そして、次見ていきますのは、琥珀 VS 明道丸さんの戦い。いや、これでなかなかにですね、ちょっと、より驚きポイントだったところでして、いや、だってですよ、その前回手も足も出なかったと言いますか、全くそのバトルスピードに追いつけていなかった琥珀さんが、一人でね、明道丸に戦うなんて、ちょっと退治屋の長としましても、無謀すぎるんじゃないんですかね、とか、思いましたが、でも、前のね、明道丸との戦いの違いをね、見ていきますと、一つは、殺生丸邪剣にやられた傷がですね、しっ
っかり残っている。もうほんとね、あの戦いの直後だったので、ダメージはね、相当残っているであろうなっていうのと、何よりその琥珀さんの心構えっていうところが、圧倒的にね、前回とは違うっていうのが、この戦いはね、非常に重要なのかなと思いましたので、少しその琥珀の心の動きっていうところをね、何回かやってるような気もしますけど、改めて振り返っていきますと、琥珀さんね、幼少期に奈落から受けた、多数の心の傷、トラウマっていうのをですね、ずっと抱えておりまして、それはですね、元凶である奈落さんが倒れて、しばらく経った今、この夜叉姫の時空内でも、完全にではね、消し去れておりませんでしたよと。それはですね、このコミカライズ版でも自身の命をつなげてくれた人へ、感謝するとともに、自身が手にかけてしまったと言いますか、関わってね、命を落としてしまった人たちへの贖罪として、断るごとにですね、死に場所を探しているっていう雰囲気をね、出している琥珀さんを見ることからも、まだ奈落に囚われてるのかなっていうのがね、見えてきたりするんですが、この前の明道丸との戦いによって、その翡翠の決死の行動により、一時的にもですね、翡翠さんがその命を落としたことによりまして、意識の変化と言いますか、琥珀自身、その翡翠をですね、自身の鏡として見ることによりまして、その死ぬことの償いが、さらに大きな悲しみを生んでしまうっていうことを、本音の部分でね、理解することができたのかなと思います。だからこの死ぬためではなく、生きるためにですね、覚悟を決めた琥珀さんならば、明道丸打ち破り奈落の闇を本当の意味でね、振り払うこともできるんだろうなっていう、ちゃんとですね、やっぱ椎名先生の、この、コミカライズ版っていうのはですね、犬夜叉の続きとしてと言いますか、残してきた心残りっていうのを払拭してくれる。もう主人公琥珀のね、話をね、描いたりしてくれておりますので、なんか本当椎名先生、琥珀好きなんだろうなっていうのがね、ひしひしわかる。そんなね、展開でもあったんではないでしょうかと。そして、最後見ていきますのは、殺生丸 VS 麒麟丸とはね、言いたいとこなんですけど、別に今回そういうようなね、展開があったわけではないので、完全にこれね、戦うのかなっていう僕の予想でしかないんですが、でもアニメの方でもね、麒麟丸との最終決戦は、殺生丸さんやってくれておりましたので、これまでのコミカライズ見た感じにおいても、ここら辺ね、同じように合わせていくのはあったりするのかなとか、思ったり。でもアニメの方ですとね、完全にその、麒麟丸との最終決戦って殺生丸さんがね、勝手に終わらせていたので、少しぐらいは漫画版の方はね、介入させてくれるのも面白いのかなとかね。なんやかんやその妖霊星が黒幕っていう話ではあるんですけど、一応やっぱりスタートはね、この麒麟丸が大ボス、みたいな存在ではあったりしますので、戦い面でもね、いろいろ見せ場、麒麟丸さんね、より見せてくれたらいいのかなとか、こんぐらいしかね、ここに関しては言うことはありませんが、実際はどうなっていくのか、次回36の章、楽しみですね、というところで、今回はコミカライズ版、汎用な夜叉姫35の章、敵地の話でございました。